ただいま聴いていただいた曲はパッヘルベル作曲のカノンでした。私は普段はデジタル音響機器の開発をしています。音には昔から興味があって音響文化の研究を続けてきました。今日はその中の一つ、手回しオルゴールについてお話ししたいと思います。このオルゴールは1970年、日本のオルゴールメーカーによって開発されました。たくさんの穴の開いた紙のカードが楽譜になっています。ハンドルを手で回すと楽譜が送られて曲が演奏できます。通常のオルゴールは1曲または数曲しか演奏できませんが、このオルゴールは紙のカードを変えれば何曲でも演奏することができます。現在多くの編曲家によってたくさんの曲目のカードが制作されています。皆さんがおなじみのオルゴールはゼンマイ式ですよね。ゼンマイを回してカリカリカリって回して、そうすると音が鳴り始めます。ずっと同じ調子で音が鳴ってますね。それに対してこの手回しオルゴールはハンドルを回すこの回し加減によって曲に表現が生まれます。曲の始まりはゆっくりと、途中からちょっとテンポアップして、そして最後はゆっくりとリタルダントして曲を終える。そうです。ハンドルを回す動作は演奏行為なんですね。ですからゼンマイ式オルゴールが自動再生装置であるのに対して、この手回しオルゴールは自動演奏楽器と言えるでしょう。ハンドルを回すだけですから絶対に音を間違えることはありません。誰にでも簡単に演奏できます。簡単そうに見えますが、いい演奏をしようとするとちょっとだけこれ難しいんですね。私もこれ今日やるまでにたくさん練習してきました。でも難しいからこそやっぱり楽しい、なかなか奥の深い楽器です。オルゴールの音色には誰もがうっとりすると思います。この独特の
澄んだ音色と長い余韻、これに人は自然に耳を澄まして聞き入ってしまいますね。そしてオルゴールの音色は人の思考を妨げない傾向があるようです。たくさんの楽器や歌声の入った BGM に比べて、オルゴールならばおしゃべりや読書が簡単にできてしまいますね。オルゴールは音の風景としても機能するのです。私の忘れられない体験をお話ししましょう。あるワークショップで4歳の男の子がこのオルゴールをゆっくり回してきたことがあります。この子です。どうやら彼は自分の知らない曲を演奏していたみたいなんですね。で、周りにいる大人は、曲を上手に演奏してほしいわけですから、もっと早く回してくれないかなと思っちゃうんですけども、本人はそんなこと関係ないんです。本人はね、曲よりもオルゴールの音そのものを楽しんでるんです。ゆっくりゆっくり音の一粒一粒を味わうように丁寧に回して、そうやって楽しんでいました。ゼンマイ式では絶対にできない手回しならではの楽しみ方ですね。次に、私が開発した新しいオルゴールを紹介しましょう。私はいたずらが大好きなんです。ある時、この楽譜の代わりに絵や文字を書いて鳴らしてみたんです。今日ここに TEDx TEDx と書いたカードを作って持ってきました。鳴らしてみますね。いきますよ。いかがですかね。いや、ここは拍手するとこじゃないんですよ。悪くはないんだけども、あんまり聴きたくはない音楽ですよね。はい、その通りだと思います。赤ちゃんが弾くピアノのようにデタラメ音楽ですから当然です。ではこの同じカードを、こちらのオルゴールで鳴らしてみましょう。いきますよ。もう一回 TEDx という曲です。今度はどうですか？懐かしいメロディーが聞こえてきましたでしょうか。これは日本の童謡、それから民謡、それからスコットランドの民謡なんかでも使われている音階なんです。実はこれ1オクターブに5つの音、ド、レ、ファ、ソ、ラで調律した5音階手回しオルゴールなんです。通常はドレミファソラシの7音ですが、それを5音にすることによって多少デタラメでもこうやって心地よい音を楽しむことができます。ではこの同じカードを使って次はこちらのオルゴールで演奏してみますね。もう一回 TEDx という曲です。聞こえてきましたか？
いかがですか？南の島の風の音が聞こえてきましたでしょうか？これが沖縄琉球の音階なんです。あるいはインドネシアの音楽にも使われている音階です。このように5音階手回しオルゴールを使うと、これまでは、全然聞くに耐えなかった絵や文字の楽譜がこのように美しい音楽となって聴くことができます。これまで紹介してきたオルゴールは決して私一人で作ったわけではありません。このオルゴールに関わった素晴らしい人たちがこの人たちです。左の女性はオルゴールの編曲家です。豊かな感性と、それからオルゴールならではの編曲テクニックを駆使して数多くの作品を世に提供しています。最初に聴いていただいたカノンも彼女の作品です。真ん中の男性はサウンドボックスの制作家です。オルゴールの乗っているこの台も彼の作品です。オルゴールのメカの持っている可能性を極限まで引き出して最高の響きの音を聞かせてくれます。右側の男性はオルゴールの設計者です。5音階の調律を引き受けてくれました。この特殊な調律には解決しなければならない問題がたくさんありました。本当に苦労されたそうです。彼は未来に向けた新しいオルゴールの開発に取り組んでいます。今日私はこの手回しオルゴールから3つのことを提案したいと思います。一つは質を追求するという点です。たかがオルゴールですが、一つ一つの要素を追求して洗練することによってこれほどの音色に仕上げることができました。この音色の素晴らしさは最初に皆さんがカノンでお聞きになった通りです。2番目は従来の型を破るという点です。これまでの常識を超えて絵や文字を楽譜にして、そして5音階手回しオルゴールではそれを素晴らしい音に奏でられることを見ていただきました。最後は誰でも楽しめるという点です。音楽や楽器の演奏が苦手な方でも手回しオルゴールならば誰でも素敵な演奏家になることができます。さらには5音階手回しオルゴールでは素晴らしい作曲家にもなることができます。小さいお子様からお年寄りの方まで、体の不自由な方でもこれまでの枠を取っ払って自由に穴を開けて、そしてくるくる回してみてください。そこには難しい演奏技術も音楽理論もいりません。ただ音を楽しむその気持ちだけがあればいいんです。私は今日は手回しオルゴールの話をしましたが、このようなことは皆さんの身の回りにもあるかもしれませんね。一つ一つの要素を洗練して究極の品質に高めることによって、これまで当たり前と感じていたことが違って見えてくるかもしれません。そして伝統的な型を打ち破って新しい要素を取り入れることによって新しい可能性を見出すことができるでしょう。ぜひ皆さんもご自身の手回しオルゴールを見つけてください。